はじめまして、関西学院大学の田中と言います。今回、科学とデータサイエンス、化学はデータ科学でどのように変わるかというタイトルでビデオ講義を行いたいと思います。この講義では、科学という学問に、データ科学という学問がどのような変化をもたらしてくれるかということをお話ししたいと思います。まずこのお話を始めるためには、化学がどのような学問なのかということを理解してもらう必要があります。皆さんは、化学、科学とはどのような研究を行う学問なのか考えたことはあるでしょうか。例えば生物というのは生命現象を扱う学問です。これは理解しやすいのではないでしょうか。一方で、物理と科学の違いと言われるとちょっと戸惑う方もいるかもしれません。この2つの学問分野は密接に関わり合っているので境界線を引くことが難しいことが多々あります。ちょっと古い定義なのですが、物理は物体を扱い、科学は物質を扱うという考え方があります。物体というのは何でもいい抽象的なもので、物質というと具体的な材質に着目したものという意味です。例えば 1kg の鉄球を落下させたという時に、質量と球状の形状であることに着目するのが物理学で、鉄であることに着目するのが科学と言えるかもしれません。別の言い方をすると、物理ではできるだけ統一的でシンプルな法則を求めようとする学問であると言えるかもしれません。惑星も、リンゴもニュートンの運動方程式に従うということを大切にするのが物理学ということです。一方、科学というのはさまざまな元素を組み合わせてより複雑で予想できないような多様性のあるものを見つけたいと考えている学問と言えるかもしれません。例えば現在、6000万種類の有機化合物が知られており、その数はまだまだ増えています。炭素と水素、あとは窒素や酸素などの限られた元素の組み合わせで無限とも言えるような物質を生み出して、それがどのような性質を持っているかを知りたいという学問が科学ということができるでしょうか。この複雑さを大切にする化学、科学という学問で大量のデータを扱うデータ科学がどのように役に立つのかを考えるのがこの講義の目的です。このような科学という学問はさらにいろいろな分野に分けることができます。大学生の皆さんに馴染みのある分け方は、この理論科学、無機化学、有機化学という分け方ではないでしょうか。高校で理論科学と呼ばれていた分野は大学では物理科学と呼ばれます。これは何を研究対象にしているのかによる科学の分類になります。高校や大学の講義ではこの分類法に従って講義がされていますよね。一方、何を研究するかではなく、どうやって研究をしているのか、研究手法に着目して科学の研究分野を分類することもできます。大きく分けると合成、計測、計算の3つに分けることができると言えそうです。この中でも特に合成と計測の研究では実際に研究者が手を動かして実験することで新しい物質を合成したり、物質の性質を測定したりするので、この2つ合わせて実験科学と呼ばれることもあります。一方、計算を行う計算科学では、実際に実験をするのではなくてコンピュータ、つまり計算機を使って分子の性質を予測する学問領域です。今回お話しするデータ科学は計算機を用いた研究が中心になりますが、科学の分野である計算科学も同様に計算機を利用します。ここで科学の研究における計算科学というのはどのような研究分野なのかを考えてみて、データ科学とどのような違いがあるのかを見てみたいと思います。科学の研究で計算機を使う最も伝統のある研究分野の一つが分子軌道計算です。この計算をすると実際の分子を扱うことなく、その分子のいろいろな性質をコンピュータだけで予測することができます。ここでは、ベンゼンを例に説明したいと思います。分子軌道計算ではまず原子がどこに存在するかという情報が重要です。ベンゼン環であれば炭素と水素が6個ずつある座標に存在するという情報を与えます。この時必要な情報は原子の位置だけです。炭素が六角形を描いて約 0.14 ナノメートルの間隔で並んでいるといった情報です。この原子の座標情報をもとに量子力学の基本的な式であるシュレディンガー方程式を計算機で解いてあげることで、ここに示すような、ベンゼンのさまざまな特性を予想することが可能となります。ここで大切な点は、計算科学は
科学ではこのように分子に一切触れることなくコンピューターだけで分子の性質を知ることを可能にしてくれるということです。皆さんがデータ科学、データサイエンスという言葉を聞いたとき、コンピューターが何か答えを与えてくれるものだという漠然としたイメージを持つかもしれません。しかしいわゆるデータサイエンス、データ科学と、ここまでで示した計算科学というのは全く異なるものであるということをまずお断りしておこうと思います。先ほどの分子軌道計算のお話をもう少し抽象的に書いてみたいと思います。ここでは分かりやすくするために少し単純化して説明しますので、分子軌道計算の詳細については不正確な部分がありますが、それはまた量子科学などの講義で勉強してみてください。分子軌道計算ではインプット、つまり入力データとして原子の位置、座標の情報を使います。これをシュレディンガー方程式に代入して予測したい性質を出力として得るための計算を行います。これは入力値と関数は分かっていて、予測したい数値を計算するというプロセスと言い換えることができます。例えば大学入試の数学でも関数と変数 x が与えられて y を計算するという問題がたくさん出題されると思います。このような、皆さんに馴染みの深いいわば素直な問題を順問題と呼びます。一方で実際の科学の研究の現場ではこれとは異なった形の問題を解かなくてはいけないことが非常によくあります。例えばこんなデータを集めたデータベースというのがあると考えます。ある構造の分子 A はこの A という性質がある。別の構造の分子 B の場合は B という性質がある。また違う分子 C では戻ってきて A という性質を持って分子 D では C という性質、分子 E では B の性質を持つというような情報が例えば100とか1000とか、大量の種類の分子について表になっているようなデータがあると考えてください。分子の性質というのは例えばその分子の色であったり沸点であったりといったものを想像してみてください。これは分子の構造、すなわち原子の座標と分子の性質に関するデータベースです。このようなデータを解析することで、例えば分子の構造と分子の性質の間に何か関係や規則性がないかということが見つけることができないかという問題を考えてみましょう。もしこの規則性が分かればデータベースにない分子の性質も予想できるようになるのでとても便利なはずです。この問題を先ほどの計算科学の時のように考えると、ここでは原子座標を入力として分子の性質を出力とした時にこの組み合わせのデータというのが大量に存在するということになります。この入力と出力の大量の組み合わせからこの2つの間に存在する規則性を見つけるということは、この間に存在する何かしらの関数を予測することに対応します。先ほどの計算科学で出てきたのは入力と関数から出力を求める問題で順問題と呼ばれると言いました。一方でこの問題は入力と出力の大量の組み合わせから関数の形を予測する問題と捉えることができます。このような問題を順問題に対して逆問題と呼びます。データ科学はこの逆問題を解くのが得意な学問です。特に大量のデータから規則性を見つけるこのような問題は教師あり学習と呼ばれる機械学習の手法が用いられます。ここまでの話をまとめた図がこちらになります。計算科学では基本的に入力値と関数が分かっている順問題を解いて出力を求めますが、データ科学では入力と出力の組み合わせから逆問題を解いて関数の形を求めるという違いがあることがわかるかと思います。それでは実際の科学の研究でデータ科学の手法がどのように役に立つのかを考えていきたいと思います。先ほど示した通り、科学の研究手法は大きく分けると、合成、計測、計算に分けることができます。これらの研究というのはそれぞれ大きく異なる技術が必要になりますが、全てに共通していることというものがあります。それは、どれも大変な時間と手間がかかるということです。合成では研究者が手を動かして物質を合成する必要があるため人手と時間がかかります。計測では高価な装置を使用して時には非常に長い時間をかけて測定を行う必要があります。
また計算でも場合によっては非常に高価なスーパーコンピュータを何日間も使用する必要があることも多々あります。データ科学の手法というのは過去のデータを活用することでこれらの研究スピードを劇的に向上させることを可能にしてくれるのです。例えば過去にどんな反応条件でどのような物質が合成できたかのデータが十分に蓄積されていれば、それを学習して実験条件と生成物の間の関係を明らかとして、反応条件から何が合成できるかを予想することが可能となります。これにより最も適した合成の条件を、実験をせずに推定することができるようになるのです。またどんな分子構造の時にどんな性質を示すかというデータを学習すれば、分子構造と、分子の性質の間の関係を明らかにすることができます。これにより未知の分子の性質を実際に合成せず計測実験もすることなく予想することが可能になるのです。この時入力と出力の間の関係は機械学習によっていわばでっち上げられたものなので、実際の物理法則が本当に存在するかどうかは重要ではありません。そのためデータ科学の手法というのはアイデア次第でどんな現象にも応用することができる可能性を秘めています。この汎用性の高さからデータ科学は科学の研究の在り方そのものを劇的に変えてしまうのではないかという期待がされているのです。ここからは私の研究を具体例としてデータ科学の手法が科学の研究にどのように応用できるかというお話をしたいと思います。私は錯体科学を専門とする研究者です。錯体科学というのは金属イオンの科学です。例えば金属イオンが、水に溶けると水中では金属イオンは水の分子と、このように非常にきれいな、構造を形成することが知られています。この分子を錯体といい、金属と配位結合を作る、この結合ですね、これを作る、この水のような分子を配位子と言います。同様の構造というのは配位子が水などの無機分子に限らずピリジンのような有機分子でも形成されます。それではもし配位子がこちらに示すビピリジンのように2箇所の配位結合ができるサイトを持っている場合、どのような構造ができるでしょうか。これが私が行っている研究のテーマです。ここで金属イオンをこのような Q として2箇所の配位サイトを持つ分子をこのような棒で表します。これら2つの構成成分を溶液中で反応させると、このように有機配位子が、金属イオンとを無限に3次元方向につないだ配位高分子と呼ばれるフレームワーク構造をとります。金属を表す、この玉ですね、ここから6方向に配位子が伸びて、その先でまた金属イオンと、結合を形成していることがわかるでしょうか。実際には分子が、金属イオンとつながってこのような構造をとります。これら一つ一つ、壁に対応するものがビピリジン一つの分子に対応しています。この構造中に分子1個分の穴が無数に開いていることがはっきりわかるかと思います。このように物質の中に分子サイズの、すなわちナノサイズの穴であるナノ鉱が存在している物質というのは、その穴の中にさまざまな分子やイオンを取り込むことが可能です。このような物質は金属有機構造体の英語の可表記メタルオーガニックフレームワークの頭文字を取って MOF と呼ばれています。MOF の細工を利用することでさまざまな機能を実現することができるのではないかと期待されています。例えば穴の中に水素ガスを取り込めば燃料電池のための水素貯蔵材料として使えます。また均一なサイズを持っている穴が無数に開いているので、二酸化炭素にぴったりのサイズの穴を作れば二酸化炭素を選択的に取り込むことができる分離材料を作ることができます。また穴の中でリチウムイオンを、流すことができればリチウムイオン電池の材料になりますし、穴の中で反応を起こす触媒としての応用が期待できます。このように現在の、環境エネルギー問題の、解決することが可能な材料としてMOF は世界中で非常に活発に研究がなされています。一方で新しいMOFを開発する合成研究には多くの課題が存在します。
モフを合成するには、金属イオンと廃紙を溶媒に溶かして高温で反応させる必要があるのですが、その反応条件の組み合わせは無数に存在します。例えばある条件で、モフの合成を試みたとき、どのような反応が起こって反応後に何ができるかということを予想するというのは非常に困難です。私も10年以上モフの研究に従事していますが、どういった反応条件でどのような構造を持ったモフが、できるかということを正確に予想することはできません。そのため新しいモフを開発するときは完全に、勘と経験に頼りながらトライアンドエラーのアプローチで新しいモフが合成できる条件を探す必要があります。これはいろいろな温度や濃度を、溶媒を一つ一つ試しながら合成実験を行って良い反応条件を探すという非常に地道な作業です。全く新しいモフの合成条件の探索は非常に大変で、より効率的な新しい方法論の開発が求められています。そこでモフの合成条件の探索のためにデータ科学の、方法考え方を使えないかと考えました。合成実験というのはここに示すようにいろいろな反応条件を入力として、どのようなモフができるかを出力として表すことができます。つまり合成反応というのはある反応条件を入力するとあるモフを出力として与える関数 F と捉えることができるのです。実際の合成実験をしているとここに示すようなデータが大量に集まります。ある温度や濃度で反応させるとモフ A が、別の条件ではモフ B ができ、また別の条件ではモフ A ができるけどまた別の条件ではモフ C ができるといったデータです。先ほど説明した通り大量の入力と出力の組み合わせから関数 F を予測する問題は逆問題です。合成実験を行うことを通して得られるこれらのデータを、教師学習の手法により、解析することで合成実験に対応する関数 F を見つけることができればまだ行っていない実験の結果を予測したりどのような実験条件が生成物にどのような影響を与えるかを、理解することができます。特に私の研究では、この関数 F の形を、しっかり見ることでモフが生成するメカニズムを理解できるのではないかと期待して実験を行いました。具体的には、銀イオンとここに示す、TTC と呼ばれる有機配子を反応させて新しいモフを合成するという研究を行いました。TTC は、このチオールの、プロトンが脱離してこのように銀イオンと配結合を形成するのですが、その際にどのような形で結合を形成するかを予測することは困難です。いろいろな形で、銀イオンと配子が結合を作る可能性があるので何ができるかは実際に実験をしてみないと分かりません。実際の研究ではこちらに示すように金属イオンと配子をさまざまな濃度でいろいろな溶媒に溶解させ温度や加熱時間を変えて大量の実験を行います。また合成時には結晶性を向上させるためのモジュレーターと呼ばれる添加剤も加えます。これらの組み合わせは、無限と言っていいほど存在しますが私たちは、326の条件を試して実験を行いました。これは合成実験としてはかなりの数なのですがこの時は泥のような粉末の沈殿しか得ることができませんでした。この研究では比較的大きな単結晶を合成することを目指していたのですが326の実験ではそういった大きな結晶でなく小さな結晶の集まりしか得ることができなかったため未知のモフはできていたかもしれないのですが大きい結晶が得られなかったという意味ではこの実験は失敗でした。しかしながらこの326の実験で得られた粉末を X 線解析測定という方法で評価したところ主に3種類の未知の物質が得られていることが明らかになりました。ここではこの3種類の未知の物質をそれぞれ未知層1、未知層2、未知層3と呼びたいと思います。また、この3つができない別の実験条件では硫化銀ができているということも分かりました。この未知の物質ができていたということは今までに報告されていない新しいモフができているということです。一方、硫化銀ができてしまう反応条件というのは配子が分解して硫化水素が発生して銀イオンと反応してしまったということなのでこのような反応条件は避けなくてはいけません。この実験では326通りの合成条件のうち60の反応で未知層1が19の反応で未知層2が
177の反応条件で未知数酸が、62の反応条件では硫化銀ができていることが分かりました。しかしいろいろな条件で合成実験を行ったため、一体どの反応条件が最も強く影響して、異なるものが作り分けされたのか、人間がデータを見ただけでは、解釈することができませんでした。つまり未知数1を合成するには温度が大切なのか濃度が大切なのか、データの数が多すぎて、解釈ができなくなってしまったのです。そこでどのような反応条件のパラメータが合成結果にどう影響を及ぼすのかをデータ科学の手法で明らかにすることを試みました。ここでデータ解析の際に必要な用語の説明を、したいと思います。機械学習の一種である教師あり学習では、結果に対応する因子 y を目的変数と呼びます。一方、原因に対する因子 x を説明変数と言います。今回の解析では、目的変数は生成物の種類、すなわち未知数1、未知数2、未知数3、硫化銀になります。一方、説明変数は合成条件に対応します。すなわち濃度や溶媒の種類、反応温度、加熱時間や添加剤の種類などが該当します。これらの目的変数と説明変数を使って決定義と呼ばれる教師あり学習の手法でデータの解析を行いました。この決定義についてはさらに次のスライドで説明します。まずこのスライドでは機械学習を行うために作成したデータファイルをお見せしたいと思います。このように Excel で1行1実験条件として、説明変数、つまり実験条件を入力し、最後に目的変数として未知数1や硫化銀などの生成物の名前を記載します。これを実験条件の数326行入力し、解析ソフトに読み込んで解析を行います。このデータを決定義学習により解析すると、自動的にこのような、樹状のグラフが、出力されます。このグラフの構造が、木のようなので決定義と呼ばれる、この解析法が決定義と呼ばれているわけです。それぞれの、枝分かれ分岐は、説明変数、つまり実験条件によって、分かれています。例えばまず一番上の円グラフは326の実験条件のうち、赤色が、未知数1が生成した割合、オレンジ色が未知数2が生成した割合、青が未知数3が生成した割合、緑が硫化銀の生成した割合を示しています。最初の分岐でソルベント、すなわち溶媒の種類で分類されています。左の条件というのはほとんどの場合水を使っておらず、その場合生成物はほとんど未知数3になってしまいます。一方で右の分岐ではほとんどの溶媒に水が含まれています。これは未知数1や2、硫化銀が生成する条件では多くの場合水が含まれていることを意味しています。また温度が90度以上の場合では、左側に分岐し、硫化銀が生成しているので、温度が高く水を含む反応条件では配子が分解しやすい傾向があるということも分かります。このように失敗実験を決定義により解析するだけで、どのような合成条件で何が生成しやすいかを一目で理解することができるようになりました。この講義では詳細は省きますが、このグラフを読み解いていくことでさまざまな情報を抽出して合成条件の探索に有用な知見を得ることができました。今までの研究では成功した実験だけが論文という形で報告されてきました。しかしこれまでであれば捨てられてしまった失敗実験からもデータ科学の手法を活用することで有用な情報をいろいろと得ることができるということが最近いろいろな研究分野で分かってきており、科学の研究、特に化学の研究で失敗した実験をデータ化する重要性が訴えられています。それではこちらが最後のまとめのスライドです。特に最後のお話では今まで捨てられてきた失敗実験のデータからもデータ科学の手法を活用することで有用な情報を抽出できるという例を紹介しました。これはほんの一例で科学の研究でもデータ科学の存在感がいろいろなところで増しています。一方、科学の研究とデータサイエンスの境界領域というのは、まだまだ未開拓で、どのようにデータ科学を化学に応用するかはアイデア次第というのが現状です。今後は研究者と機械学習の共同がますます進み、科学の研究の在り方が大きく変わっていくものと思っています。以上がビデオ講義になります。お疲れ様でした。